反日なのになんで日本に来るんですか？これは僕が YouTube でよくいただく質問です。日本が大好きな韓国人もいれば、はっきり日本は嫌いという人もいます。で、嫌いなのに日本旅行に来る人がいるんですよ。不思議ですよね。なぜ反日の人たちは日本に来るのか、理由は4つあると思っています。1つ目、政治と人を切り分けるから。2つ目、日本は思想の自由があるから。3つ目、本当に嫌いなのか確認しに来るから。4つ目、嫌いが逆に気になってしまうからだと思っています。韓国に19年住んで分かったことを説明しますね。まず一つ目、政治と人を切り分けるからです。彼らはこう考えているんじゃないかという僕なりの分析として聞いてください。まず彼らの考える反日は日本人が想像しているものと少しずれているかもしれません。反日には3種類あると思っています。日本人が嫌いな人、日本政府が嫌いな人、両方とも嫌いな人です。日本政府だけ嫌いな人がいるんですよ。ここで言う嫌いっていうのは政治や外交、歴史に対する価値観の違いです。このあたりははっきりと嫌い、納得できないと言うんですね。でも同時にこうも言う人がいます。普通の日本人は別に関係ないよねっていうところです。だからコンビニの店員さん、ホテルのフロント、道を歩いている日本人、ここに敵が向かうことはこの系の人たちにはほぼ見られません。むしろ旅行して冷たい人たちだと思ってたけど、めちゃくちゃ親切だった。政治的には嫌い。でも人として会うと好印象。この2つの感情が同時に成立するんですよ。結果としてどうなるか。日本は嫌いというのから旅行で行くのはあり。日本人とは仲良くしたい。そうやって嫌いっていう感情があるのに日本に来るということになると思います。2つ目の理由。日本は思想の自由があるからです。ここから少し踏み込んだ話になります。日本は安全に嫌っていい国だと思っていることがあると思っています。どういう意味ってなりますよね。彼らの感覚ではですね、日本はこういう国です。先進国、法治国家、突然危なくはならない国。これですね、北朝鮮、中国、ロシア、あるいは一部の中東の諸々の国と比較してみましょう。同じ態度を取れるかというと厳しいかもしれません。SNS で強く批判したりとか、デモ参加したりとか、過激な言葉を投げる。これをやった瞬間、報復されて入国できるかわかんない。家族に影響出るかもわかんない。そんな不安が現実としてあります。実際ですよ、ロシアは入国禁止日本人リストというのが国レベルであるんですよ。日本に対しては違うんじゃないですか。嫌いだと言っても、批判すると言っても、国家レベルで報復されないということです。もちろんあまりにもひどかったら、状況変わるかもしれないですけどね。だから、彼らは日本に対してこう思ってるんじゃないかなと思います。思想の自由があるという国。その結果起きるということが、嫌いだと思っていても、安心して来ることができる。批判しながらも観光する。そういった構造ができてしまうんじゃないかなというふうに思います。理由3つ目はですね、本当に嫌いなのか確認しに来るということです。反日の韓国人たちの中には、感情だけで日本を叩いていることに対する拒否感を持っている人もいると思います。その割合がどのようなものかはわかりませんが、日本を批判するなら日本をちゃんとしておくべきだという考え方だと思います。彼らの頭の中にはこんな疑問があります。本当に日本という国はネットで言われているほど冷たいのか、差別的で閉鎖的な国なのか、日本の本屋には検官書籍がベストセラーになるという噂があるが、これは本当か。こういうのはですね、検証の欲求ですよね。だから日本を批判する前に一度は言っておく。自分の目で見ておく。体験しておく。僕個人的には日本を嫌っても良いと思ってますよ。でもせめてこのような人が増えてきてほしいですよね。他人の考えじゃなくて自分の目で確かめるということです。冷静に考えるということです。で、これはですね、韓国嫌いな日本の方にも同じことを思っています。韓国嫌っては別に大丈夫です。冷静に考えたのであればってことです。話を戻しまして、日本旅行そのものが社会的な発信力になる場合もあるんですね。例えば、東京の満員電車に乗ってみたけど、あまり良くなかった。地方都市を歩いてみたら、こういうところがやっぱり好きじゃなかった。飲食店に接客を受けてみたらこうだったみたいな。これらの体験っていうのが、日本の語る土台になるということもあるというふうに思っています。だからこそ、反日の人の全員が100% 日本旅行に行かなくなるっていうのは、今回のこの例を言うと、ないんじゃないかなというふうに思います。
少なくとも一部の人は、まず日本にいて確かめるというふうに思います。4番目の理由、嫌いが逆に気になってしまうからということです。最後はですね、かなり人間臭い理由です。人ってですね、本当にどうでもいいものは嫌いにもならないというふうに思ってるんですよ。例えば世界には200の国があるというふうに言われておりますが、多分皆さんが覚えてる国の数って20から30ぐらいなんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。もう嫌いという感情がないんですよ。その150の国に対して。そもそも知らないから。嫌いという感情がある時点で、もうそもそもその対象は強烈に認識されてるんじゃないかなというふうに思います。韓国人の中にはこんな感覚があります。日本旅行って本当にそんなにいいの？ネットに褒められすぎたんじゃないかな？ちょっとモテないみたいな。つまり疑っているからこそ気になってしまうということですよね。最初から好きで来てるわけじゃない。来て前提で来ている。想像の中の日本はもう冷たいとか、無関心、なんか韓国人嫌いみたいな。そういったことを考えている人がいるかもしれないですけども、現地に来ると修正が入るってことですね。駅を迷っていて立ち止まる。地図を見てるだけなのに、日本人が来て、ここにいたらいいんですよ、みたいな案内してくれる。なんとか伝えようとする優しさが見えてくる。この瞬間で、頭の中の何かが崩れると思います。思ってたのと違う、みたいな。これが最初から恋を持ってきた旅行よりも圧倒的に記憶に残るかもしれません。なぜなら感情の振れ幅が大きいからですね。嫌い、疑う、驚く、迷う、少し揺れるみたいな。このプロセスを通った人ほど写真を撮り、文章を書き、長文を投稿します。正直、日本は好きじゃなかったみたいな書き出しの投稿、むしろ好きになる人もいる。全部を許すわけじゃない。政治的な不満は残る。でも、人の記憶は書き換わる。僕個人としても、こういう人がもっと増えてほしいんですね。最初は嫌いでもいい。もう疑ってきたけど、でも実際来て、見て、触れて、日本に対する印象が変わる。その積み重ねっていうのが、国と国じゃなくて、人と人と自然の距離を確かに縮めていくと思います。最後にですね、僕の正直な気持ちを話させてください。僕は日本が大好きです。同時に日本を嫌いな韓国人がいてもいいと思っています。それは逆、日本の場合にも同じで、韓国が嫌いな日本の方がいてもいいと思っています。ただ一つだけはっきり言いたいことがあって、それは誰かに言わされて嫌いになっているのかとか、感情に流されて、こういった感情があって、それを嫌いになっているのかってところをあるのか、それがあるとしたら、もったいないかもな、みたいなふうに思っております。ネットの空気、強い言葉とか、誰かの怒りを拾って、これをストレスの発散のための道具として使う。それじゃなくて、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の頭で冷静に考えてみる。それでも合わない、好きになれないと思うなら、それはそれで全然いいと思います。さらに正直に言えばですね、日本が好きな人、韓国は好きな人が強く連帯して、お互いに理解しようと努力して、建設的な未来に向かって走っていく、そのようなことができれば、本当の意味での、日本のためになる、韓国のためになるというふうに思っています。で、皆さんによく知ってほしいのは、韓国人は少なくとも過半以上は日本が嫌いじゃないというふうに思っています。少なくても日本に来る韓国人の半分以上は、日本が好きか、もしくは日本に対して何の感情もないか、この二択だと思う。個人的な感覚としては、本当に日本人が大嫌いみたいな人は、1%以下だと思っています。で、日本政府に対する反感を持ってるっていう人がわかんないんですけれども、今10%ぐらいかなっていうふうに思っております。だから、韓国から日本に来ている方々って、もう9割の方々は、日本に対して、好感があるか、もしくは好感を持つ準備ができているというふうに思います。優しくしてください。すいません、ちょっと話が長くなりました。以上、パクでした。アニョン